こんにちは、ゆういちろうです。前回の小さな恋のメロディー、ロケ地巡り動画をご視聴いただきありがとうございました。もしまだ見ていないよという方は、ぜひ私のチャンネルからご覧ください。さて、今回の動画ですが、タイトル通り、ついにメロディーの家、フラットの位置を特定できました。フラットはイギリスで集合住宅の意味ですね。前回の動画でもお伝えしましたが、メロディーの家の場所については、これまでイギリスのファンサイトから有力な情報として2つの候補地が上がっていました。しかし、どちらも発言だけで客観的な証拠がないことから、私的には特定には至っていませんでした。今回特定に至ったきっかけは、私の YouTube 動画へコメントをいただいた M さんの情報でした。この M さんに関しては、コメントにお礼の返信をしただけで、直接連絡も取れていないので、よろしければ私のメルアドなどにご連絡いただきたいと思います。これはロンドンピクチャーアーカイブというサイトにある1966年の4枚の写真です。まずは驚きのこの写真です。まさにメロディーのフラットですね。窓や扉のレイアウト、庭の木の位置や鉄柵も同じです。そして2枚目のこの写真。建物の1階は商店のようです。最初はこの写真が何かわからなかったのですが、1枚目の写真と比較すると、煙突の位置と階段状の屋根のデザインから、メロディーのフラットの反対側、メイン通りに面した建物の写真のようです。家の反対側が店舗だったというのはちょっとびっくりですね。そしてこの場所ですが、サイトの説明を見ると、ケニントンロードとコッサーストリートとあります。ランベスでケニントンロードとコッサーストリートといえばこの場所。メロディーの馬の水飲み場がある角地、現在のホテルがある場所ですね。3枚目の写真の説明は中庭とあります。右側がメロディーのフラットです。4枚目の写真からはモートンプレイスという通りの看板が確認できます。どうやらこの4枚の写真はこの場所にあったサリーロッジという商店を含む集合住宅だったようです。サリーロッジの場所についてはほぼ分かったわけですが、驚くべきことにメロディーの映画の中に他にも動かぬ証拠がいくつも隠れていました。さらにトムの家の場所についてもです。ということで、もう少しお付き合いください。サリーロッジについてもう少し調べてみると悲しい歴史がありました。これは1936年の写真です。1880年頃に建築されたこの建物はサウスロンドン工業用住宅でした。もともとは上流階級の邸宅だった場所に有名な建築家が設計した住宅です。サリーロッジ住宅の詳細を概要欄に記載しておきます。サリーロッジの悲劇は1945年1月4日、第二次世界大戦によるドイツの V2 ロケットの攻撃により大きな被害を受け、39人から43人が死亡したそうです。
1966年の写真と比べると、建物の左半分が被害に遭ったことがわかります。そして残りの住宅部分、メロディのフラットも1970年代後半に取り壊され、1981年に学生寮が建設されたそうです。その寮は1990年代後半にデイズインホテルに改装され、その後デイズインも取り壊され、別のホテルとして再開発されました。メロディのフラットの1936年の写真もありました。ロケットの攻撃を受ける前なので、中央の階段から右側の住宅が残っています。重要なことは、映画撮影の1970年には、このナイフでカットしたような半分の住宅の形で存在していたことです。そしてこの場所を現在の地図に置いてみるとこうなります。メロディーフェアの BGM で、メロディーが馬の水飲み場で金魚を泳がせるシーンは矢印の方向から撮影されています。そしてそのシーンにはこの住宅の側面が映っていました。これは動かしがたい証拠ですね。さらにもう一つ、これは M さんから教えていただいた情報ですが、若葉の頃の BGM でメロディーがダニーを家に招待するシーンで、家の玄関前の背景に窓が特徴的なビルが映っています。このビルの位置も地図の方向から一致します。以上の十分な証拠から、ようやくメロディーのフラットの場所に決着がつきました。皆さんもランベスに行ったら、馬の水飲み場の後ろにあるホテルの場所を観察してみてください。また、先に説明したコッサーストリートは、そのまま歩いていくとパインナップルのパブに突き当たる道でもあります。トムの家については、これまでもメロディーのフラットの横にある建物の窓の構成がトムの家に似ていることや、メロディーが廃品回収の馬車に走って行く場面でトムの家の端にある半分の三角屋根が映っていたことから、メロディーのフラットの隣がトムの家ではないかという説がありました。それでは1966年のサディロッチ中庭の写真を見てみましょう。正面の住宅と映画に映っているトムの家とは、扉や窓の構成がほぼ同じです。しかしよく見ると、雨どいポールの配管の配置が違います。さらに左側に半分の三角屋根はありません。そこでメロディーのフラットの正面にあたる左側の住宅を見てみましょう。少し分かりにくいですが、こちらの雨どいの配管がどうやらトムの家と同じようです。これらを前提に映画のシーンを見てみましょう。メロディーのフラットの廃品回収のシーンとトムが家に帰るシーンです。左の大きな木の形状と少し右の小さな杭、さらに後ろの柵の位置が一致します。これはメロディーのフラットの正面の住宅がトムの家と特定して
間違いないでしょう。これでトムの家についても1966年の写真と映画のシーンとの照合で客観的な判断が成立しました。おまけ情報ですが、半分の三角屋根については1945年の爆撃で被害に遭ったのではという考察もあるようです。確かにランベス通りの方角なので真実味がありそうですね。これまでトレイシー・ハイド本人に尋ねてもわからなかったメロディーのフラットの場所とトムの家の場所が特定できました。今回ロンドンピクチャーアーカイブとサリー・ロッチの情報をコメントしていただいた M さん、本当にありがとうございました。小さな恋のメロディーに関してはこれからも関連動画を追加しますのでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。